脳波系でですね、非侵襲に発話というものを解読すると、心をつなげるコミュニケーションのインフラっていうものができてくるんじゃないかなと思っているんですね。私の専門は脳科学、神経科学と言われるもので、特に意識に関しての神経科学を専門としております。X コミュニケーションと言われる次世代のブレインマシンインターフェースと呼ばれる装置を使って新しいコミュニケーションを生み出す、そういうプロジェクトをリードさせていただいております。頭の中で念じたことがそのまま機械であったり、あるいは最終的には相手であったりっていうところに直接届くようなコミュニケーション方法を開発できたらなと考えております。コミュニケーションっていうのは何か情報を単純に受け渡すというだけで完結するものじゃなくて、メッセージをやり取りしていく中で新しいメッセージっていうものに気がついていって、どんどんそのメッセージの在り方自体も変わっていくっていうものがコミュニケーションだと思っていまして、そういう競争、共に作る場というものが新たにできるような技術、この開発を目指しております。我々がやっているのは脳に電極を埋め込まないタイプの脳波計ですね。ただ我々は実はもうちょっと踏み込んでいて、超高密度の脳波計というものを使っております。従来の脳波計のチャンネル数に比べてだいたい5倍から20倍ぐらいですかねの電極の数があるような電極数の非常に多い脳波計になっております。これを使うことできめの細かい情報を取れるということがあります。なのでそれを使って解読の精度というものを上げるということにチャレンジしております。発話を解読するようなブレインマシンインターフェースっていうのを使うときには頭の中で考えた言葉というものを解読するということが行われるので、話している最中のデータではないですけども、なんで話している最中のデータがいるかというと、頭の中で考えているだけだと何考えているか分かんないですよね。つまり答えが得られないので、そういうデータをどれだけ取っても使えないという問題があってですね、この矛盾が非常に難しいところなんです。それを解決するためにやはり話している時のデータを取ろうと、そして頑張って話している時のデータから脳の活動の部分、それに依存している部分っていうものを取ってこようということをチャレンジしましてですね。で最近その超高密度脳波計を使うことによって実際に話してて筋電が混ざっているデータから脳の言語野と言われる場所だけが強く貢献しているという結果を得ることがようやくできるようになりました。自分の夢は世界平和です。自分が研究を志したきっかけがこの世からコンフリクトっていうものを限りなく少なくしたいと思っているからなんです。犬っていう言葉を例えば発するとした時にですね、犬の例えば顔だとか、あるいは鳴き声、あるいはもし自分が犬飼っていれば、一緒にしたいろんなことの思い出だとか、そういうことを想像しながら犬と発すると思っていて、なので、その犬っていう言葉っていうものは実は頭の中ではその言語野っていう言葉の生成する場所だけじゃなく、犬の形であったり、あるいは匂いであったりとかっていうような全然別の脳の領域が一緒に働いて生成している可能性もあると思うんですね。なのでそういうところを解析していくことで、例えば受け手がどう感じるかと、あるいは話し手がどう感じているかっていうのが、活動した脳の場所のギャップとかでですね逆に言うとその齟齬みたいなものも取り沙汰することができるような将来もあるかもしれないですね。